すぐやる人の方がすごいポジティブな印象を持たれているのが圧倒的です。でよく人間の脳っていうのは3つのことしか同時に考えることができないって言うんですけど、本気で考えたら3つも考えられないんですよ。短い時間でできるように努力する習慣を作る。でそうしないと気づいたら仕事ができない人になりますよと。モンジ社長が考える人生の無駄ランキング、無駄な行動とか考え方とかお話をお伺いできたらなと思うので、なんかその社長塾の中で実は時間みたいなことを話すことがあって、はい、時間はやっぱすごく大事だと思うんですよ。でみんなこれ大事だっていうのはすごく分かってると思うんですけど、例えばお金と時間があれば幸せだみたいな論理って結構あると思うんですけど、はい、時間があればって何なのかなってすごく難しい話だと思っていて、時間があってお金があったらやりたいこと何でもできるよねって言うんですけど、はい、重要なのは時間があることというか、自分に有意義な時間が増えるっていうことがいいことだと思うんですよ、でそれは仕事も遊びもだからプライベートも別に関係なく、意味のない時間とか自分に無意味な時間っていうのがすごく憂鬱になるというか、まずはやっぱりだから時間の価値を理解するっていうことが必要だと思っていて、目的としては意味のない時間をなくすっていうことですよね。いろいろ学んだ中で、この話ってよくわかるんですけど、はい、こんな銀行あったらどうしますかみたいなで別に銀行にお金預けても利子もつかないしお金を借りることもできないよと。だけどその銀行毎朝あなたの口座へ86,400ドルを振り込んでくれるんだと。で口座に振り込むと同時に全部引き出されると。自由に使うことができるよと、だけど使い切っても使い切れなくて24時間で消えちゃうよと。でまた0時になると86,400ドル振り込まれますよと。なくなっちゃいますから毎日引き出しますよねと。これでも実は全員持ってますよと。それは時間ですよね。毎日86,400ドル与えられるんだと。うまく使い切れなかった時間を消されるんだと。そうですよね。繰り越しもできませんね。貸し越しもできませんね。なるほど。時間ってまずこういうものですよねっていうのを理解、やっぱすぐやるっていうことものすごく大事だと。でこれ仕事を本当にできるできないとかはこの一点に限るぐらい言ってもいいと思うんですけど、昔孫さんがとある人を社長にした時になんでその人社長にしたのかっていう理由は、早いからそのぐらいやっぱすぐやることが大事だっていうことですね。一つもしかしたら役に立つとすれば、例えば仕事のやる上で誰かに評価されるとしたら、すぐやるかすぐやらないかとかって日々の行動とかを見られていて、それで評価されているっていうことも多分気づかなきゃいけないんですよ、すぐやる人の方がすごいポジティブな印象を持たれているのが圧倒的ですね。反対にやらない人はやっぱり逆の評価されていることが定性的にでも多いので、やっぱすぐやるっていうことの大事さっていうのもやっぱここでは理解する、僕は結構メモを取るっていうのはすごくやっぱり必要だと思っていて、それを無駄っていうんであれば覚えようとする時間が無駄だと思います。できない人ってやっぱ頭の中で全て処理しようとするんですよね。できる人っていうのは頭の中に頼り切らないと。 HDD 記憶容量と処理能力があるんだと。でよく人間の脳っていうのは3つのことしか同時に考えることができないって言うんですけど、本気で考えたら3つも考えられないんですよ。例えば朝奥さんに今日帰りに牛乳買ってきてって言われました。別に牛乳買いに行くぐらいだからメモる必要もないと思うじゃないですか。でもメモらなかったらこれを帰りの時まで覚えてなきゃいけないんです。まず1個です。で次に会社に行ったら1つのタスクが来ました。これ2個目です。これもメモりません。で3つ目同僚にちょっとこれ助けてくれないって言われました。3つ目です。今日そうだお昼ご飯何食べに行こう、あの人とランチの約束だ、4つですみたいな感じで入ってくると、もうでも牛乳忘れてるんですよ。そうですね。で僕だったらどうするかって言ったら、牛乳絶対に買わなきゃいけないんだとしたら、もうスケジュール帳の帰る時間に牛乳を買うって入れるんですよ。で牛乳のことなんか忘れ去るんですよ。だってそんなことに頭のメモリーを使いたくないんで、明日まで何かやらなきゃいけないって瞬間にどのぐらいの時間がかかるのかだけ計算して、1時間で終わる仕事だなと思ったら、じゃあ今日1時間どこ取れるんだろうと思ってカレンダーにその1時間埋め込むんですよ。それで2個目に一旦忘れるです。3個目は同僚から何か手伝ってくれって言われたら、それは手伝わなきゃいけないことなのか手伝わなくていいことなのか、これ明日でもいいよねってなったら、じゃあ明日また声かけるねって言って明日のカレンダーに入れて忘れるです。ランチの予定をもうスケジュールに入れてるはずなので、もうめんどくさいから行く店も決めておくか、自分の中ではフラッと行っても入れる店が実は頭の中にあるんで、もうなるべく忘れるです。で話したいこととかもしあったらなるべくカレンダーに書いておくわけですね。自分の頭のメモリーから覚えなくていいことをまず消していくわけですよ。全てのことを頭の中に閉じ込めようとしておくことが無駄です。とにかく考えなければならないことにメモリを使いたくて、考えなくていい時間を忘れたいんですよ。だから忘れていいためにメモる。モンジ社長もなんかそのタスク管理みたいなのをメモをして、いつやるみたいな、その優先度つけて進めてたりするっていうことですよね。よくある話でなんで
ですけど、緊急重要っていう二軸があって、緊急で重要なことを第一領域、重要だけど緊急ではないことを第二領域、緊急だけど重要ではないことを第三領域、緊急でもなくて重要でもないことを第四領域ってするルールですけど、この中で一番大事なのは実は重要だけど緊急ではないことなんですよ。いかにこの第二領域に時間を使えるかっていうことが人生の仕事のうまくいく秘訣であって、第3領域第4領域は無駄なんですよ。だからなるべくこの時間を減らすっていうことと、緊急で重要なことっていうのは必ずしなきゃいけないじゃないですか。仕事ができない人の特徴としては、この第1領域と第3領域と第4領域ばっかり行ったり来たりしますね。仕事ができる人は第2領域に頑張って時間作ってこのことをやったりしますね。やるべきことって第2領域をやっておくことで第1領域が減らせるんですよ。だから準備とか計画をちゃんとすることで緊急で対応しなきゃいけないことっていうことが減るんですね。本当いかにこの自分の緊急で重要なことを事前に準備して重要だけど緊急ではないことにするかっていうことが大事なんですよ。これ考え方としてすごい大事だなと思ってるんですけど、例えば能力が100だとして数値化したとしてですよ、時間が100だとするじゃないですか、100対100だとしたら、多分新入社員とか新しい仕事を始めた時ってこういう状態、この仕事は100の時間がかかる仕事だってみんな固定概念で思うんですけど、この仕事を80の時間にするっていうことを心がけるんですよ。考え方的に正しいと思うのは、この100の仕事を80にして空いた20の時間を何に使うかがものすごく大事なんですよ。これ次が差が出てくるんですけど、例えばだから、いや今仕事忙しいんです、この仕事100の時間でやってます、私の能力通りで8時間で終わります、いろいろ改善していきましたと。そしたら私同じ仕事を80の時間でできるようになりましたとってなりますよね。この次でみんな失敗するか成長するかが大体決まりますと。失敗する人とか仕事が上達しない人は今度80の仕事になって空いた20の時間をうまく使えないんで、80の仕事を許されてる時間で目いっぱい仕事しようとするんですよ。要は本来は80で終わるのに100の時間を使ってやろうとしたんですね。なぜならば新しいこと振られたくないから、暇だと思われたくないからって言って一生懸命100の時間を使って80のことをやろうとするんですよ。そうなってくるといつの間にかやっぱり100の能力が下がってるんですよ。そうすると私100できるはずだと思っててもいつの間にか自分の能力80になってるんですよ。でもできる人はこうじゃないんですよ。自分の能力が100のままだとしてこの空いた20を第二象限に使っていきます。そうするとまたこの80の時間でできた仕事が60になっていきます。40バッファができます。この40のバッファにまた第二象限やったりとか新しい仕事ができます。こうやって結果を出していって成果を出して抜擢されたりとか、とにかく評価されたりとか成長していくんだと。常に今の仕事をもっと効率化できないかっていうことを考えて短い時間でできるように努力する習慣を作ると。でそうしないと気づいたら仕事ができない人になりますよと。結構そのモンジ社長のマインド言ってることとかはなんかインタビューとかで聞く限りだとやっぱ伝わってたり浸透してるのかなという印象を受けてるので、結構その社内文化形成とかがやっぱうまいなっていう印象ですね。まあでもそれも地道にちょっとずつやってってちょっとずつやっぱ浸透していく感じですよね。なるべくまとめていくと、無駄なことは時間の価値を考えない意味のない時間、意味とか目的を設定していない時間を減らす。で、すぐやらないことがもう無駄。すぐやろうかどうしようかとか考えてる時間が無駄ですね。なるほど。はい。考えなくてもいいことを考えてることが無駄。だからメモを取らないことで脳をする時間が無駄ですね。時間を使って仕事する感覚が無駄ですね。ありがとうございます。結構本当になんか参考になったというか刺さる部分も多く今後意識していこうかなと思ってます。皆さんもこういう考えがすごい大事だと思う方とかも多いと思うので、そういう方はぜひ参考にしていただけたらありがたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もし何か興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら、ホームページの採用ページ行っていただいて、ぜひご連絡いただければなと思います。YouTube チャンネルもいいと思ったらいいねをしていただいたり、チャンネル登録していただければ大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。